ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。突然だが、1993年の J リーグ開幕時、日本一の強さを誇りながら、最初のメンバーである、オリジナル10から外されたクラブがあるのを知っているか？日本一強いのに J リーグに入れない？そんな理不尽な話、あるわけないじゃないの。いや、これは実はなんだ。その日本一強かったクラブとは、ヤマハ発動機。現在のジュビロ磐田の前身のクラブなんだ。ジュビロってそんな昔から強かったの？確かに、オリジナル10ではないと思っていたけど、そんな苦難の始まりだったなんて意外すぎるわ。今回は、ジュビロ磐田が味わったオリジナル10落選の悲劇や、彼らの決意が込められたエンブレムの由来。そして、地域の子供たちの心とクラブをつなぐ、クラブ独自の知られざる取り組みまで、じっくり解説していくぜ。よろしくお願いするわ。まずはクラブの概要から。ジュビロ磐田。ホームタウンは、創設から2023年までは磐田市のみだったが、現在は御前崎市、菊川市、掛川市、袋井市、森町、浜松市、湖西市が加わり、静岡県西部地域7市1町に広域化されている。最近になって、かなりホームタウンが広がったのね。前身は、1972年に創設された、ヤマハ発動機サッカー部。1974年から、静岡県2部リーグに所属し、サッカー部としての活動を本格化させる。そしてそこから順調に勝ち上がっていき、1980年には JSL の一部へと昇格。途中1981年シーズンには、リーグ10位となったため、2部への降格を一度経験するものの、翌年の1982年はその悔しさをぶつけるかのように天皇杯で初タイトルを獲得。1年で一部へ再昇格したヤマハは、1987年88年シーズンに、JSL での優勝も経験しているんだ。創設は1972年。そこからわずか15年で、リーグタイトルや天皇杯を獲得するなんて、かなり勢いのある、当時の日本サッカー界を牽引するトップランナーだったって感じね。でもマリサ、ヤマハって、浜松市の企業だと思うんだけど、どうして浜松市じゃなくて、磐田市を本拠地にしているのかしら？いい着眼点だな。実は同じヤマハでも、楽器ではなく、バイクやボートを作る、ヤマハ発動機の本社は、創立当初から一貫して、浜松市ではなく、隣にある磐田市なんだ。もともと、ヤマハ発動機サッカー部も、ヤマハ発動機磐田工場サッカー同好会から発展した団体で、一貫して磐田市で活動してきており、ヤマハスタジアムも磐田市に存在している。だからサッカー部も、磐田市を本拠地として、ヤマハスタジアムと共に歩んできた。このヤマハスタジアムは、J リーグ全60クラブの中でも数少ない、自らが所有する私有のスタジアムであり、磐田という地こそ、ジュビロのアイデンティティの一つであると言えるんだぜ。なるほど、だから浜松ではなく、磐田なのね。すっきりしたわ。だが、1990年代初頭、J リーグの開幕メンバーを選ぶ際に、この、磐田、という場所が大きな壁になってしまう。何が壁になったの？スタジアムだって用意できているんでしょ？確かに、スタジアムの用意に関しては、全く目処が立たないというクラブもあったため、その点ではヤマハ発動機はある程度アドバンテージを持っていたとも言えるのだが、当時の J リーグは、それ以外にも、大都市圏の市場規模という観点も審査基準にしていた。当時の磐田市は、人口およそ8万人。J リーグの審査基準からは、規模が小さすぎる、と難色を示されたんだ。確かに、プロの興行を成り立たせるには、少し心細い数字かもしれないわね。そうなんだ。対立候補として手を挙げていた清水エスパルスの清水市は、当時およそ24万人の人口を抱えていた。さらに清水は、地域一体となった猛烈な誘致活動を行っており、都市規模でも熱量でも磐田は後陣を拝していたんだ。当時の立ち上げに際して、J リーグ側は全国に幅広く普及させるという願いを込めて、基本は1都道府県から1クラブ、という原則をとっており、清水と磐田は、どちらかしか選ばれない、という状況だった。1県1クラブなんてルールがあったの？でも、神奈川には、横浜に2クラブと、川崎にも1クラブあったじゃない？なんで磐田と清水は両立できなかったの？そこには、都市が持つ、圧倒的な市場規模の差、があったんだ。当時の横浜市は人口約300万人、川崎市は約120万人。複数のプロクラブを同時に支えるだけの、市場規模が十分にあった。さらに、フリューゲルスは、特別活動地域として、長崎、熊本、鹿児島もカバーしていたということもある。一方で静岡は、地方都市同士の競合。市場規模の面から判断すれば、2クラブの両立は選択できなかったんだ。なるほど。この時、プロ化の条件をクリアするため、クラブ内である苦渋の策が検討された。それが、浜松市への移転案、だ。浜松だと人口は多そうね。そう。当時の浜松市の人口は、約50万人。浜松市へと本拠地を移せば、市場規模の条件で清水市を上回り、J リーグ加盟を勝ち取れる可能性があった。長年慣れ親しんだ磐田を離れるか、それとも不利な条件で審査を仰ぐか。クラブは激しく揺れ動いたんだ。だが、この時期、クラブに地元のファンや磐田市民からの切実な願いが届く。それは、
ヤマハは岩田の誇りだ。どこにも行かないでくれ、という、切実な願いの数々だったんだぜ。加えて岩田氏側も、周辺環境整備など、全面的なバックアップを約束し、最終的に、クラブは浜松への移転は行わず、岩田市に残るという決断を下したんだ。目先の条件よりも、これまで共に歩んできた町との絆を選んだってことね。胸が熱くなるわね。結果として、1991年のオリジナル店発表の場に、ヤマハ発動機の名はなかった。静岡からの選出は、オリジナル店で唯一、企業チームを前身としない新設クラブ、清水エスパルスに決まったんだ。JSL であれだけの強さを誇っていて、自前のスタジアムもあるのに、それでも選ばれなかったなんて、当時の関係者はとても悔しい思いをしたでしょうね。だが、岩田の人間は誰も諦めなかった。J リーグが開幕した1993年、ヤマハ発動機はジュビロ岩田として生まれ変わり、J リーグの下部リーグとして、新たに設置された JFL の舞台で圧倒的な強さを見せつけたんだ。そしてその年、見事にリーグ2位となり、実力で J リーグへの切符を掴み取ったんだぜ。苦しんでも妥協せず、自分たちと町の力で掴み取った J リーグ参入だったのね。1993年に、クラブ名をジュビロ岩田とした際、定められたエンブレムがこちら。ほとんど今の形と変わらず、文字の部分が少し違うのね。その通りだ。このエンブレムは2014年まで使用されていた。そして、2015年からは、ヤマハ FC の部分の表記がジュビロ岩田に置き換わり、もともとジュビロ岩田と書かれていた部分には、会社設立年の1992年が記されている。このエンブレムには、静岡県のアイデンティティが調和を持って表現されているんだぜ。まず、上部には大きく描かれたサッカーボール。他クラブのエンブレムでもサッカーボールがあしらわれることは多いが、サッカー王国静岡を象徴するかのように、王冠の位置にサッカーボールを配しているぜ。そして中央に大きく配置されている鳥のシルエットは、静岡県の県庁、三光町。三光町って、少し変わった名前ね。どんな由来があるのかしら。鳴き声が、月、日、星、と聞こえることから、三つの光の鳥、と書くんだ。実際の鳴き声がこれだぜ。確かに、そう言われるとそう聞こえるわね。ここに書かれた月と太陽と星って、三光町の鳴き声だったんだ。ちなみに、ロゴタイプのデザインにも三光町の意味が隠されていて、この3箇所の丸は、月、日、星を表すと同時に、サッカーボールの意味も込められているんだぜ。さらに、エンブレムの上下に配置されている青い帯にも、地域への思いが刻まれている。これは、地域を流れる天竜川を表すと同時に、静岡県内を流れる4つの大河を表現しているんだぜ。4つの大河って？天竜川、大井川、安倍川、そして富士川、静岡県を流れる主要な川だ。こうして見ると、ジュビロ岩田のエンブレムには、岩田市の象徴というより、静岡県全体を包含する意味を持つモチーフが用いられているって感じがするわね。岩田市のモチーフであれば、市の花のツツジや市の虫であるベッコウトンボなど、モチーフとして取り上げられそうなものがあるのだが、あえて県の鳥である三光町や、県下の川すべてを表しているところに、クラブとして、静岡は我らが制しているのだ、という強い誇りを感じられる気がするぜ。こうやって見ると、清水エスパルスとのダービーが熱くなる意味もよくわかるわね。ところで、ジュビロのサポーターに聞いたんだけど、地元の小学生が一斉に観戦することがあるって本当？ジュビロ岩田ホームゲーム小学生一斉観戦事業、のことだな。これは他クラブでは滅多に見られない、ジュビロ独自の取り組みとも言える事業なんだぜ。でも、地元の子供たちを試合に招待するなんて、どこのクラブでも行ってない？この取り組みのユニークなところは、公教育における、正式な学校の授業、として位置づけられているところだ。イベントじゃなくて、公立の学校の、授業、としてスタジアムに行くの？そうなんだ。岩田市内のすべての小学校の、5年生と6年生、約3000人が、学校の授業としてバスで一斉に来場する。つまり、サッカーに興味がある子もない子も、等しくプロの真剣勝負を肌で体感することになる。家庭の環境に関わらず、地域のすべての子供たちにその機会が開かれているって、素晴らしい構造ね。私は、この取り組みには、いくつもの価値が含まれていると思っている。一つ目は、教育的価値だ。選手たちが全力で走り、勝利を目指す姿から、努力や規律の大切さを学ぶ。さらに、事前学習としてサポーターやクラブ関係者が学校を訪問する試みもあって、ここで応援歌やクラブの歴史を直接教えることで、子供たちの間には、スタジアムに行く前から、地域一体となったワクワク感が広がるんだ。サポーターたちも、自分たちの街のクラブを愛する誇りを伝えたい、という熱い思いで接しており、大人が真剣にクラブを愛する姿を見て、子供たちも、僕たちの街の特別なチームなんだ、と肌で理解するんだな。郷土への誇りや愛が育ちそうね。地方創生の観点でも、素敵な取り組みね。そして、この取り組みが15年継続していることにより、世代を超えた美しい循環も生まれている。かつて小学生としてスタンドからピッチを見ていた子供たちが、今は親となり、次の世代を連れてスタジアムに帰ってくるといった循環が起こっているんだ。
自然発生的にサポーターが生まれてくるのはクラブにとってもとても意味があることね。さらに胸が熱くなるのは、そのスタンドにいた少年が、実際にジュビロのプロ選手になった実例があることだ。自分がスタンドから見ていたピッチに、プロの選手として戻ってきたのね。なんだか感慨深いわ。中島啓太郎選手や、藤原健介選手なども、まさにこの一斉観戦を経験して育った選手だ。かつて自分が憧れた選手同様、今度は自分がピッチに立ち、スタンドの小学生に夢を繋いでいく。行政、教育、地元のサポーターが一体となった、地域固有の素晴らしい育成と定着の構造と言えるんだぜ。これって、かつてはオリジナル10入りを逃した要因であったかもしれない、岩田、という地域の弱点が、今ではクラブを強力に支える原動力になっているとも言えるんじゃないかしら。ああ、その通りだな。地域と共に生きると決意し、そこに舵を切ったからこそ、今のジュビロがあるんだ。ジュビロ磐田は、J リーグが掲げた地域密着を、言葉だけでなく、確かに実践しているクラブなんだぜ。ジュビロ磐田に関する話は以上だぜ。今日も新しいことを知れたわ。ありがとう、マリサ。どういたしましてだぜ。こういう背景を知ることで、さらにクラブや J リーグについて興味を持ってもらえると嬉しいぜ。今後もこのチャンネルでは、こういった情報をお届けしながら、J リーグを応援していきたいと思っています。この動画がほんの少しでも良かったと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録や高評価で応援していただければ励みになります。この動画に関する感想や、クラブへの思い、取り上げてほしいクラブなど、コメントもいただけるとありがたいぜ。それでは視聴者の皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。